はい、また始まりました。なかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座第5弾はですね、皆さんのお悩みに少し答えてみようかなと思っています。何かと言いますとですね、まずは今日はですね、音が揺れてしまう。それで困ってる人ってたくさんいると思うんですね。その音の揺れる原因を考えて、で、どういうふうに対処したら音が揺れにくくなるのかってことをちょっと考えてみたいと思います。音が揺れるというのはこういう形ですよね。なんかこう意識していないのに揺れてしまう。なんか聞いてると番長皿屋敷みたいですね。この番長皿屋敷っていう話をしたら、番長ってこの間の生徒に言われたんですけど幽霊ですよね。幽霊の話なんですけれども、その幽霊が出るような音になってしまうとリコーダーもちょっと困ったものですよね。これ何が原因かと言いますと、第1弾でやった腹式呼吸、これができていないで胸式になっている人ね、胸式になるとどうなるかということは1弾で話しましたので、ちょっとそちらを見ていただけると勉強になるかなと思うんですけれども、復習になりますが、胸式になってしまうと音をコントロールする、息をコントロールする筋肉がないということでしたよね。で、そうするとどうなるかというと、息をコントロールしようとして喉を締めようとする力が出てきます。そうしてしまうと、その力を入れる喉の震え、それがそのまんまリコーダーの音が揺れる原因になってしまうということですので、まずはですね、一番初めの腹式呼吸、1段目と2段目ですね、前編後編でやった腹式呼吸をしっかり学ぶということがまず大事になっていきます。で、これだけではなかなか揺れが止まらないということもよくありますので、今日はそちらの方に対処してみたいと思います。で、どうするかと言いますとですね、結局この音が揺れるイコール喉に力が入ってるっていうことなんですけれども、もちろんこれ喉に力が入ってるってことが原因なので、はい、じゃあ喉の力を抜きましょうなんて言ってもですね、抜けるわけがないんですよね。それはそうです。勝手にこれ入っちゃってるので、スイッチが入っちゃってるので、抜けるわけがないんです。じゃあどうしなきゃいけないのか。力を入れてる人をね、無意識に入れちゃってる人を力を抜けっていうのは非常に難しいんですね。じゃあどうするか。まずはですね、その勝手に力が入っちゃってるそのスイッチを見つけるという作業をします。で、ここで助けになるのが、声を出しながらリコーダーを吹くということになります。この声を出すという行為がですね、喉に力を入れるという作業と非常に似ています。ですので、まずはですね、意識的に喉に力を入れるような気持ちで、声を出していくという、この作業をやってみたいと思います。どういう感じかというとですね、非常に簡単です。こんな感じです。これ結構難しいんですよね、実は。ポイントはですね、音をしっかり出しながら、声もしっかり出すということです。で、まずこれ両方やることが難しいということがあると思いますので、できない人はどうしたらいいかというと、声をまず出してみますね。で、そのまんま、加えて音を出してみます。こんな感じですね。こんな感じです。これをちゃんとできると、ね、音と息がしっかり出るようになるのではないでしょうか。で、ここでですね、何かというと、ルイエ作曲のジャンバティスト・ルイエですね。ルイエ・ド・ガンとも言いますけれども、ゲントのルイエ
の、作曲した、ソナタ異端調作品1-1の1楽章ですね。の13小節目あたりなんですけれども、ここを使ってちょっと練習してみたいと思います。まず普通に吹きますね。この有名なフレーズですね。ここの部分で、声を出して、音も出して演奏してみましょう。こんな感じです。先ほども言いましたが、ポイントは声もしっかり出す。で、息を出して音もしっかり出すということですね。これがポイントになります。これ結構難しいですよね。両方出すの。で、ポイントはもう一つありまして、声は出せばいいので別に歌う必要はないです。だからそのまんま別に、という別に同じ音でも構いませんので、でも両方しっかり出すということですね。さあ、これをやってみてですね、今度はここからがちょっと難しいです。小節ごとに声を出したり、声を出さなかったりというふうに今度はコントロールしていきます。こんな感じです。いかがでしょうか？これ結構難しいですよね。特にタイがあって繋がってるところ途中から声を出さないようにするので、これとっても難しいです。これできない方はですね、何度も何度も、練習してみるといいですね。これができたら今度は逆言ってみます。初めは声を出さないで、その次は声を出すという風に小節ごとに変えていきましょう。こんな感じです。いかがでしょうか？きちんと声を出せないところは、あたかも何もなかったかのように綺麗に吹くということが重要になってきますね。さて、これができたら今度は少し間隔を短くしていきます。まずは2拍。初めの2拍は声を出して、その次の2拍は声を出さないという形ですね。さあ、やってみましょう。いかがでしょうか？今度は反対行ってみます。
構難しいですよね。こんな感じでオンオフをやった挙句にですね、最後に普通に吹いてみましょう。いかがでしたでしょうか？これ続けてみるとですね、わかると思いますし、一番最後に声を出さないでやった時にですね、音がまずしっかりするということ。それと、音が揺れにくくなってる。ね、先ほどより軽減されているという揺れがね、軽減されているという風になっていれば成功ですね。これ本当に効果があります。で、あともう一つすごく効果があるのは何かというと、息を出すということと、音を出すってことですね。それと声を出すっていうことは、ダブルで負担になります。それだけ息を出さなきゃいけないってことですね。ですので、息をしっかり出す練習にもなりますので、とても効果があります。ただ一つだけ、注意点があるんですけれども、少し声が出すときにですね、ダミ声みたいになってしまうので、どうしてもね。ちょっと喉をですね、潰しやすくなります。ですので、あまり長時間はね、練習しないでいただきたいんですけれども、とても効果のある練習なので、ぜひ、皆さんやってみてください。はい、今日のまとめになります。まずはですね、音が揺れる原因が何だったかというと、腹式呼吸ができていないで、胸式呼吸を使うことによって喉に力が入る。それで音が揺れてしまうということでした。二つ目、どうやったらその喉に力が入っている状態、もしくは抜けてる状態かっていうことが、わかるのかっていう、その分かり方を考えるという。で、そこで、考えられるのが、勝手に喉に力が入っちゃっていますので、それを抜くために声を出しながら演奏する。声を出すということが喉に力を入れるということととても近い行為ですので、これを使って喉に力が入っているという、ことがわかる。そのスイッチがわかることで、それをね、外していけるという、そういう作業になります。これ結構意外に難しい練習ですので、大変だとは思うんですけれども、これね、根気よくやると、本当に綺麗なまっすぐした音色が、得られます。で、あとはですね、この声の練習と、第1弾の後半の方ですね、第2弾の、動画でやった練習をしっかりやっていくと、綺麗なまっすぐな音が出ますので、ぜひ試してみてください。なかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座、いかがでしたでしょうか？私の情報はこちら。LINE アット公式アカウント、魂のリコーダー奏者変母陽一にて最新の情報をお届けしています。ぜひご登録ください。また、Twitter や Instagram もありますので、ご覧いただければと思います。それでは、なかなか聞けないリコーダー基礎テクニック講座でまたお会いしましょう。アディオース。